こんにちは、予感です。今日は単発的に、ツインブルックでプレイしていきたいと思います。数ヶ月前からやってるファンデアラーは謎と才能に満ちた男です。数多い発明品のどれかが原因で出火したのかどうかは定かではありませんが、とにかく火事で家を失った後、ファンは焼け跡の隣に立つ納屋に住むことにしました。街のどこかのガラクタ置き場で引っかき回している時には、おそらくここで次なるクレイジーなアート作品を取り掛かってるはずです。という説明書きの男性です。この人老年なんですけど、最初ね、ここは飛ばす。じゃあここから続きっていうか始めていきたいと思います。このファンデアラーっていう人は最初ね、もう老齢から始まったんですよ。これなんか160日になってる、おかしい。で、老齢から始まって最初杖欲しがったりとかしてたんですけど、杖をね老人に与えると歩みがのろくて、なんかのた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 してるんで、杖は取り上げました。で、この人しばらく23シーズンぐらい年齢を止めて、なんて言うんだろう、このシムズやってるとゲームが落ちたりだとか、そういうことがあったりするんで、たまにこう設定いじりながらテスト的にここのワールドでプレイするために、独身だし老人だし若い人と違ってね、恋愛だのなんだのそんなの考えなくていいので、気楽にいろんな試験的にプレイしている世帯です。で、この人ね、昔結婚してたらしいんですよ。近くに自分の不動産みたいな持ち物のガラクタ置き場があるんですけど、ここにお嫁さんお墓があるんですよね。ここになんかそういうなんか謎のストーリーがあるみたいなんですけど、あんまりそういう気にはしてないんですけど、ここのツインブルックはね、景色がすごく綺麗で、今ちょうど秋になったんですけど、で、私はこの人プレイしてる時はあまりいろんなことをさせてないんですけど、とりあえず願望だけ達成させて、この人なんか発明したり絵描いたりするのが好きなので、好きっていうかやりたがってるので、そういうことをさせながら、こうやって絵を描かせたりとかしながら、私はもうあれですよ、景色眺めにこうやって遊びに行ってんです。いろんなところをぐるぐるとね冒険して楽しんでます。そういう面ではこのキャラクターはちょっと粗雑に扱ってるわけじゃないんですけど、すごくね気楽にこのワールドを楽しめるキャラクターではあります。で、公園で出会った NPC だと思うんですけど、女の人とお友達から発展して恋人になって婚約までしちゃったんだけども、一度結婚式したんですけど、結婚式してる最中にゲームが落ちてセーブできなくって、やり直しから結婚するのがめんどくさくなっちゃったんですよね。結構セッティングするのがね大変だし、もう同じこと何回もしたくないみたいなちょっとかわいそうなんですけど、だからお友達の男性たちからはね、
早くバチェラーパーティー開きなさいって煽られるんですよ。煽られるとなんかもうどんどん面倒くさくなっちゃって、今に至ってます。またそのうちメッセージで来るよ。このね沼地すごくいいんですよね。落ち着いてて、こうやっていろんなところを眺めて、これがちょっとね私の癒しにもなってます。シムズの3はワールド広いし、いろんな発見もあるし、ね、景色もいいし、でグラフィックカードの設定を高めにしてるから落ちるんだけれども、やっぱり解像度低くすると木がねただのボコボコの木になっちゃったりとかして、ちょっとね幸せ度が足りなくなっちゃうのね、私の。なので1時間ぐらい録画に耐えれるぐらいだったらちょっと解像度高くしてやりたいなっていつも思ってます。途中でねゲームのプレイが落ちちゃうのはすごく残念でがっかりするんですけど、ここはお友達のクレイっていう人のねお家。この人も親友で、多分若い頃からの親友で、この人のね奥さんか恋人だかのお墓がランドリー、洗濯屋さんじゃないなんだっけ、コインランドリーのね裏にねお墓があるんですよ。でその人とこのファンさんのパートナーがなんか兄弟なのか双子なのか、一度ね幽霊見たんですけど、ここのね中にねあるの。ほらお墓がこれ、メイシー・クレイっていうのね、多分それで仲いいのかな。なんかここはファンの奥さんだと思う。ほらレイシー・デアラーっていう人の幽霊が出んの。吹き出しに出てくる女の子のアイコンがねそっくりなんだよね。だから兄弟か姉妹か双子か、そういうなんか謎解きのあれがあるみたいなんですけど、もう死んでしまったものを謎なんか解けないよねと思ってます。新しい人生って思ったんだけども結構年齢がいっちゃってるしってことで、こうやって景色見たりするためにここのワールドで遊んでます。今何してるのかな。誰かとチャットする。チャットするならどっか行ってみようか。でここはねこっちにもガラクタ置き場、ちょっと遠くのガラクタ置き場を訪れましょう。この人の特質は正気でない、気まぐれに物事を決定します。で神経質、便利屋で非常識、頭壁のあるもの。この盗み癖がある人ってね、盗んで喜んではいるものの
盗んだものを返すっていうコマンドがあって、それをするとね、またそこで喜ぶの。で、何の特質なんだかはわからないんですけど、この人爆発するのがね、好きなのね。爆発させるのが。多分家の中のものを爆発させて奥さんが亡くなっちゃったのかなとも思えるんですけど、家が火事になって納屋に住んでるっていうところで、だっていろんなねゴミ捨て場に行って爆発させんですよ。お金かかるけど。たまにね爆発しなくって近づいて自分が爆発に巻き込まれるという。爆発する。いっぱい爆発させたい。そうすると瓦礫がたくさん、スクラップが、これが発明の材料になるので、でもあんまりたくさん拾っちゃうとね、ここの所持品にスクラップが溜まりすぎちゃうとすごく重くなって、それで落ちちゃったりするんですよね。豪快だね。じゃあ集めようか。これ石かな。石はいらないや。でここら辺に止まってる人様の車もね爆発することができんの。弁償させられるかどうかは知らないけど、まだやったことないけどやってみよう。スクラップコレクターチャレンジにクリアしました。ゴミの山やゴミ箱からより多くのスクラップを入手できます。どれ、人の車。怒られるかな。すごい。うわー、死んじゃった、もしかして。大丈夫だ、板さんにやっちゃったこんなでっかい爆発になるとは思わなかった。初めて人様の持ち物を爆発させたけど、これ他人の家に行ってもねできるのかもしれない。あんまり集めるとあれかな、重くなってまた落ちるかな。いや、そしたらこれはセーブファイルなくても何かくすねる。すごかったね今の爆発。この中まで壊しちゃったよ。壁は壁はちゃんとある。アイコンがいっぱいになってます。よかったな、この人たち爆発に巻き込まれなくって。外にいたからだ。中にいたらさ、死神が来ちゃうよね。197個。こ
この中のやつ取ったらもうじゃあ一回帰ってセーブしよう。このねファンさんのお住まいが丘の上にあるんですごく景色がいいんですよね。ゴミ箱ダイブはしないよ。体が汚れるだけだから。197個は200個ぐらい取ってもそんなに重くなってないな。ちょっと霧が出てるのかな。霞んでるね、空が。秋だからね、なんかうすら寒くなってきそうな雰囲気がしますね。楽しいわ。じゃあね、こう重たくなるからこの中にスクラップをスクラップ、あれ違う、これをこの中に入れるんだよ。あれここか。こうやって入れて閉じる。そうするとまたポッケの中が軽くなる。爆破する。これ爆破したらさ火事になるからさ怖いよね。セーブしてからやってみようかな、家の中のもの。じゃあこれ爆発してみようか。あ、これ爆発できない。これもね、ストーブ火つけてそのまま忘れて寝ちゃうと火事になる。手早いのでいいや。結構ファンさんねモテるんですよね。いろいろね、技術を高めてるから素敵ですねって女の人に言われて贈り物がいっぱい届くの。高くなっちゃった。ほら来た。火消した火消してる最中に燃えちゃうかもしれない。消防署がねこれ山の上だからなかなか来ないんだよね。
ほら消防署今頃来て330円なの。テレビ1100円だよ。処分するならさ、燃やそう燃やそう。火好きだな。これはね火事にならないからいいけどね。いい眺めだけど煙がすごいね。あれね、ここんちの庭ね、リス最初1匹か2匹ぐらいだったんだけど、何もしないで放置してたらね、今なんか8匹ぐらいいるの。ここら辺全部これリス。ここにね犬のご飯があるんだけども、野良犬が遊びに来てたんで、その子のために手なずけて自分家のペットにしようかなと思ったら、どっかに行っちゃって二度と来なくなっちゃった。この人正気じゃないから、ちゃんと服着替えないで適当な服を着て寝たり、適当な服でお出かけしたり、水着のまま人ん家に遊びに行ったりとかさ。ほらね、来たわ。また火事だよ。起きてきた。ほらつけっぱなしで寝ちゃったからね。あとセーブしなかったからだけど、ここで発明品やってる時にバーナーみたいなので燃えて一度死んだことがあります。その時はねすごい悲しかったの。全然火が出ると思わなかったから。早く消してくださいよ。これもう燃えて役に立たないんだけど。これは保証金入らないんでしょね。じゃあこれ消そうか。また消防士が来て怒られるから。これ捨てとこうか。なんかシムズの世界は嵐が多いね。雷ばっかり。なんか晴れてる日の方が少ないような気がする。はい、おやすみなさい。じゃあ今回はこの辺で終わりにします。うわ、やめようと思ったんですけど、ちょっと爆発したベイレスのガラクタ小屋がどうなったか気になって、ちょっと一晩明けて
見に行こうと思ってます。やっちゃったからね。ちょっと見に行こう。起きて。あ、この車がいるからダメなのかな。ここまで行って。ベイレスガラクタ。あれ、あ、冷蔵庫がと机がないだけで戻ってるね。戻ってるね。親友が来た。じゃあここで本日は終了します。